今回はこちらの方ちょっと長いですけれども、この文を解説します。長いんですけれども、これは皆さんがよく知っている最後に切磋琢磨という四字熟語が出てくるんです。でこれちょっと解釈しますね。至高曰く貧しくしてへつらうことなく富ておごることなきはいかん。至高というのはこれ弟子です。孔子の弟子です。もう秀才です。超秀才。秀才の上になんて言いますかね、お金持ちっていうかね、お金を貯める能力があったらしいんです、この人はね。貧しくしてへつらうことなくっていうのは、貧乏であってもへつらうっていうのはおべっか使ったり、なんだろうな、下手にその下手に出て相手の関心を買うとか、ああいうことを貧しい人はしがちだって言うんですよね。でそういうことはしない。逆にお金持ちになってもおごるっていうのは分かりますよね。でかい面する、肩でかじきる、要するに威張る、おごる、やりたい放題やる。お金持ちになったらそういう人が結構多いんですよ。でもそういうことをしちゃいけない、いかんっていうのはどうですかって聞いてるの。当たり前のことですね、こんなことはね。これはだからそんなことはあんまり良くないよなっていうの当然なんです。孔子にとってはその通りだって言うはずなんですよ。そうだよなって。ところがそうじゃないんです。孔子はこう言ったの。いいね。まあいいだろう。でもいまだ貧しくして楽しみ富て礼を好む者にはしかざるなりって言ってるの。いいね。でもね、まだまだだっていうの。貧乏でも貧乏を楽しみ、お金持ちになってもそれを礼というなんて言うんだろうな、枠組みでけじめをつけている人、お金持ち、ケチって意味じゃないですよ、これは。けじめをつけている人にはかなわないなっていうの。これはどういうことかって言ったら、やりすぎはダメだって言ってるのね。貧乏であってもお金持ちであってもやりすぎはダメだって。だから貧乏な人は大体今では日本にはそういう人いませんけども、へつらい思える人がいるんですよ。そうですよね、そうですよねっていう人がいたの。見苦しいですけどね。でお金持ちはよくいた、ね、やりたい放題の人で、そういうことしちゃいけませんよって言ってんのはどうですかって言ったら、いやまだまだそれぞれのところに楽しめって言ったのね。お金持ちを楽しむっていうのはそれはできるけど、貧乏を楽しむってなかなかできない。でもね、貧を楽しむってのはなかなか面白いことで、そういうことを言ったんですよ、孔子がね。したら子貢が答えたんです。ああ、それは詩に言って、詩というのはこれ詩じゃないですよ。日本でいうポエムじゃないですよ。これは詩経という本です。お経じゃないですからね、これ言っときますけども。論語というのは宗教じゃないですからね。これは詩という本です。日本で言えば万葉集みたいなもんですね。昔の本です。そこに載ってるねっていう。接するがごとく、さするがごとく、託するがごとく、まするがごとし。これは、器量なもんだ。これはだから磨くようなもんだ。これは砕くようなもんだ。これはすりつぶすようなもんだ。これをこれ言うか。君はこれ言ったんだよねって言ったの。したら、君はじゃねえや、子貢が言ったんだ。子貢はこういうことは、切磋琢磨ってことですよねって言ったの。こういうことですよね、先生って言ったの。したら孔子はこう言いました。お前ねって、そうなんだよ。お前というと本当に一緒に詩を語れるねっていう。これを王に告げた来を知る者ないっていうのね。これは、過去に、どういうものがあるかなっていう話の、原点っていうか話の元を探して将来が分かるものだねっていう。その後出てきますけども、古きを訪ねて新しきを知るというのと同じです。過去のものから将来のものを見越すことができるという、そういう言葉なんだよこれはっていうふうに孔子は言ってるんですけど、さあここでちょっと難しいことなんですけども、切磋琢磨とこれとどう関係あるのかってことね。でこれ実はね、切磋琢磨っていう文字は切磋琢磨、これ四字熟語です。でもこの当時は四字熟語ありません。だから四字熟語はないんだけれども、この後四字熟語が出てきます。だから全部の文を言わなきゃいけないんです。でも四字熟語と同じ効果があります。でそれはね、どういうことかというと、よく我々の会話の中でも、それはうまくいったね、棚からぼたもちだねとか言うでしょ。それから
犬も歩けば棒に当たるって言うじゃねえかってよく言うじゃないですか。で、あんまり言っちゃうと、いやらしく聞こえる。俺はこんなことまで知ってんだっていうね。いやらしく聞こえない時代ですから、これはね。そういうふうに、ことわざであるとか、故事で表すということが中国で非常に重要だったの。その人の言ってることというのは、ことわざにはこういうものがあるよっていうことを示すことが一番重要だった。で、それで切磋琢磨って言ったんですけれども、これは、切ったら磨く、砕いたらこするっていうふうにね、次のことってことを常に発見できるよねっていう言葉なの、これ。現代で言う例にあれですよね、みんなでお互いに、切磋琢磨して、要するにこう、刺激し合って向上しようっていう意味じゃないです。そういう意味じゃないの。昔はね。昔はだから、一つのことやったら次に行きましょう。一つのことがあったら次に行きましょうっていう。そういうことで、一つのことっていうのは過去のこと。次っていうのは将来のこと。っていうことが、これ書いてあります。で、ここでは我々が勉強しなきゃいけないっていうことは、これ前半なのは当たり前ですから、これはいいんですけども、そういうことじゃなくてね、何か物事を言ったらば、熟語でまとめるっていうことなんです。これは非常に重要なことで、例えばね、コロナが流行ってる時に、リモートっていうのが随分流行ってましたでしょ。で、リモートで会議をしたり、大学生だったら勉強したり、小学生でも中学生でも、そうすると何かおかしいでしょ。何か空気感がないよね。空気感っていうのはないの。そこで先生に言われてることとか、上司が言ってることとは違うのよ。だから言われたらうんと考えて、でもそれはって言わなきゃならない。もしもここにみんなでいたら、言われたらでもそれはって即時に言えた。そういう空気の一体感っていうかね、同じ空気を吸ってるっていう感覚がないんです。そうだよな、そうですよねってもうみんなそう思ってんの。思ってて、そうだそうだって言うんだけど、じゃあそれ一言で言ってみろよ。って言うとね、こういう言葉があるんですよ。そうどうしたそうどうしたとか、閣下総用っていうの。で、これは、靴の底から足をかくっていうね。靴の底から足をかいちゃうっていう、かけないでしょ。結局、かゆいところに手が届かないわけよ。なんかこう、そこじゃないんだけどなっていう、そういう感じするよね。で、その状況をこの四字熟語で言うんです。で、あまり難しいと、なんかこう、高慢ちきな感じがしちゃう。例えば、なんかね、東日本大震災であるとか、そういうところで見た感じすると、うわー大変だな、これ、孤立無縁だねっていうようなことを言った場合、それは通じます。でもその時に、阿鼻共感だねなんて言っちゃうとちょっと通じないし、なんだこいつはと思われちゃう。それは球磨川の災害の時もそうですよね。やっぱりああいう時に、何か一言にパッと言えるようなことがある。俗な例だったらば、すごい美人さんが言いました。可愛いな、あの子は可愛い。でも可愛いだけじゃねえよなっていう、それ言いたい。可愛くて頭がいいんだよな。可愛くて気立てがいいよな。そういう時に、彩色兼備だよなっていう言葉があると、そうそうそうって思うでしょ。そのレベルの四字熟語だったらそう思うでしょ。うん。それでいいんです。で、それを中国の人っていうのは多用するんですね。今でも多用します。だから言ったことを一つの四字熟語なり二字熟語なりにまとめられないとその人はダメなんです。だから日本だってそれは例えば理科系の人で難しい話をしているときに素粒子であるとかね、量子力学の話をしているときにカタカナ語で喋り合うでしょ。そうすると我々分かんないわけですよ。全然経済の専門家でも経済用語いっぱい言うと分かんないでしょ。でもそれをいちいち解説していたら喋れなくなっちゃうんですよ。だからその人たちだけの世界で喋るときはそれでいいんです。だーっといいんです。で、その人が我々の属世間に降りてきたときにそれ言っちゃダメなんです。だからこの場合は言っていいんです。そのけじめっていうのをつけないと一番いけないですね。あいつは高慢なやつだ、何でも知ってるような上から目線で言ってるよっていうことになります。よくコメンテーターっていう人が出てくるでしょ。指揮者に聞きましょうっていうふうに指揮者が出てきたときに
こんな大変なことがあったら、うわ、大変だっていうところを指揮者は、それは脳科学ではこう言うんですっていうふうにもしも答えたら、はってことになりますよね。大変だっていうことを学問的な言葉で言って、その番組はそれで閉じるんでしょうけど、我々聞いていて、だからどうしたいってことになりますね。それはやっぱり合わないんですよね。だから学問をひけらかしていることになっちゃう。極学亜生っていうんですけどね。で、そういうふうなことはあまり合わないから、一緒にするなよっていう意味なんです。これはいいんですよ。ただ、我々にとって必要なのはさっき言った孤立無縁とか、才色兼備とか、そういうことっていうのを会話の中でポッて言うと、そこに、なんだろうな、一つのあれが出てくるでしょ。なんか、そうだっていう、強調するっていうのが出てきますよね。刺身のつまになりますよね。そうだよなっていう。そうすると、一言ちょっと違うな、こいつ言うことはってことになります。つまり、その、思考というのはそういう人だったんですね。話の中でも、必ずスポンとこういうふうに入れたっていうね。で、皆さんもそういう意味ではね、何かの会話の時に難しくないような言葉をポーンと入れるといいっていう、これは、すごく典型的な例です。ということで今日は終わりにします。